か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて今月は2週続けてリスナーさんからのリクエスト曲をカバーさせていただきましたが、今週はトッケビウィークでお届けいたします。個人的に冬のドラマといえばトッケビがね上位に来るんですよね。私は韓国の冬景色がすごく好きなんですよ。でこれ実際に行くとめちゃくちゃ寒くて辛いんですけど、映像で見ているとピリッとした空気の冷たさが伝わってきたり、雪景色の美しさがドラマの切なさをより助長するような場面も多くて、冬景色もあってこそ完成するドラマの世界観があるように思うんですよね。古くは冬のソナタですけれども、降ってくる初雪にヨン様が微笑むシーンですとか、雪だるまのキスシーンなんかも印象的でしたよね。星から来たあなたというドラマにも凍った湖の上を走るシーンがあったりして、あれも本当に綺麗でした。そんなわけでいろいろ紹介したい冬のドラマはあるんですが、今回はトッケビをやらせていただきます。トッケビは間違いなく私の人生ドラマの一つで、恋愛系のドラマの中では一番好きな作品かもしれないです。脚本、OST、俳優陣の演技、どれをとっても本当に素晴らしい作品で、このドラマを見てから韓国ドラマはちょっといわゆるドラマっていうのとはちょっと違う次元に来たなというふうに感じた作品でございました。撮影の規模も技術も映画に近いようなレベルが使われていて、ドラマをこれだけの予算規模でできるんだなというのが本当にすごいと思いましたね。ちょうど2年くらい前の2021年1月にジョイジョイライフで大好きな韓国ドラマトッケビを語るという回をやったんですよ。ゆかさんがもともとコンユさんのファンで、私が絶対ハマるからトッケビ見てというふうに強くおすすめしたところですね、ゆかさんもめでたくトッケビ沼に深くハマり込みまして、箸休めトークみたいな感じでトッケビの魅力を語るという回をやったんですね。先日ありがたいことにジョイジョイライフの総再生回数が10万回を突破いたしまして、この時の話はジョイジョイライフの方で詳しくしようと思ってるんですが、なんとジョイジョイライフの中で最も再生回数の多いエピソードがこのトッケビ回なんですよね。全然医療と関係ない回なんですけどトッケビが人気と、これはねそれだけドラマが人気だっていうことなんだと思いますね。でここでドラマトッケビの概要の部分を一応紹介しておきますと、まずトッケビというのは韓国語で鬼という意味なんですが、いわゆる日本の赤鬼青鬼みたいな感じではなくて、神様と人間の間の存在みたいなイメージなんですよね。で霊界と人間界を行ったり来たりできるような存在で、人間の格好をしているんだけど神がかった能力も持っています。でも神様よりは力ないんですね。だから神に抗うことはできない存在として描かれています。公式サイトの紹介文では、高麗時代の英雄だったキムシンさんは若き王の嫉妬によって命を落としてしまうんですね。その後神の力によって不滅の命を生きるトッケビとなってしまったキムシンさんというふうにまず書かれているんですが、この高麗時代からずっと生きてるっていう設定なんですね。なのでご年齢がまず939歳なんですよ。だけどヨボヨボのおじいさんっていうわけではなくて、この高麗時代にキムシンさんとして亡くなった時の年齢の姿のまま彼だけ時が止まってしまってるような感じなんですね。なので、その時代ごとに仲良くなった人っていうのがいるんですけど、それは人間なんで寿命があるから死んでいっちゃうじゃないですか。で自分だけ死ねないっていうことにすごく苦しんでいるんですよ。でその彼を永遠の命から解き放つことができるのがトッケビ神父といってですね、トッケビの花嫁と呼ばれる存在ただ一人であるという、こういう設定で始まるドラマでございます。
トッケビはケーブルテレビ局 TBN の開局10周年特別企画として韓国では2016年の12月から2017年の1月に放送されたドラマです。もう6年経つんですね。でも根強いファンの方がたくさんいらっしゃって、毎年12月になるとツイッターでトッケビ何周年私のおすすめ神シーンみたいなタグが出てきてすごく盛り上がるんですよね。ツイッターは140文字でしたっけね。確か字数制限がある中で皆さん自分の好きなシーンを紹介されていて、この文才がね本当に皆さん素晴らしいんですが、私にはこの番組がありますんでね、ここは配信者特権ということで、文字数を気にせず時間をたっぷり使って今回トッケビ愛をお届けしたいと思います。ジョイジョイライフではトッケビの神シーンを紹介するというコーナーをやったんですけれど、このカンバラを聴こうという番組は音楽をテーマにしていますので、今回は OST とドラマの描写がバッチリ噛み合っているという観点での神シーン、こちらをご紹介したいと思います。ただですね、これがまたいっぱいあるんですよ。もう本当に絞るのが大変だったんですけど、あまりマニアックに走らず代表的なところから2シーンということで今回ピックアップいたしました。今回はスタジオライブという形で OST も少しずつ歌いながら紹介しようと思います。ただ今回はシーンの紹介なのでネタバレを含んでしまうんですね。なのでこれからドラマを見るから内容を知りたくないという方は一旦ここで終了していただいて、ぜひドラマを見終わった後に戻ってきて聞いていただくことを推奨いたします。ではいきますね。まず一つ目に紹介したいシーンは第10話の屋台キスシーンですね。こちらも有名なシーンなのでご存知の方も多いと思います。韓国は数え年なので年を越すと1歳年齢が増えるということで、1月1日の0時00分を超えてウンタクがお酒を飲めるようになるという場面があるんですね。そしてトッケビにお酒を飲みに連れてってとお願いして2人で屋台に行くんですよ。これがまたザ・韓国ドラマの飲み屋台でしてね、ビニールテントにキャンプ用の机と椅子が置いてあってですね、まさにポジャンマチャですね。10月の酒ソングで話題にしたポジャンマチャ飲み屋台ということでございます。ここで初めてソジュ、韓国焼酎ですね、こちらを飲んだウンタクが苦いって言うんですよね。するとトッケビが酒を甘く感じるようになったら大人なんだよというようなことを言うんですけど、これイテウォンクラスの冒頭にも同じようなセリフが出てきたので、ソジュが甘く感じたら大人というのは共通の認識なのかもしれないですね。実際ソジュを甘いとは思わないですけど、大人になるにつれてお酒が苦いっていう感覚は確かになくなってきたように思うんですよね。ビールも若い頃は苦いなと思った記憶があるんですけど、もう今はね本当にビールひたすら美味しいしかないですからね。そうやって味覚が変化していくっていうのも大人なのかもしれないですよね。でこちらドラマに話を戻しますって、でこの後ねヤンキーの乱入があったりしてトッケビはしばらく外で戦うんですけれども、ウンタクはトッケビがもう素晴らしい能力を持っていて最強な存在ということを知っているので、安心して一人でソジュをぐいぐい飲んで待ってるわけなんですよ。そしてトッケビがヤンキーを片付けて帰ってきて、さあ仕切り直しましょうという時にはウンタクはもうすでに酔っ払って出来上がっているわけですね。素朴なおつまみにソジュ、悲壮な情緒、こんなロマンチックがいっぱいだと、これにあと一つあったら完璧なんだけどなと言って初キスをおねだりするわけなんです。でここで焦ったトッケビは直前で時を止めたりとしてね抵抗するわけなんですが、トッケビ神父のウンタクには得意の魔法も通用しないわけですよ。そして時が止まった世界で2人だけの初キスというね、このロマンチック全開のシーンでございます。正確にはこれ以前にもキスはしているんですが、お互いの気持ちを確かめ合ってからの初めてのキスシーンというね、これ素晴らしいシーンでございます。このシーンで流れる曲がクラッシュさんのビューティフルという曲なんですね。こちらも代表的な OST でジョイジョイライフでも歌ってカバーしたんですが、
優しいピアノの前奏から It's Beautiful Life って入っていく曲なんですけれども、ちょうどこのキスシーンでね、2人の顔が近づいていく時に、もうこれはまごうことなきビューティフルライフっていうタイミングでこの曲がかかるので、ぜひご覧になってみてください。というわけで1曲目はビューティフルを少し歌ってみます。It's beautiful life 난 너의 곁에 있을게 It's beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful love 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아 It's beautiful life, beautiful day 너의 기억에서 내가 살 텐데 Beautiful life, beautiful day 내 곁에서 머물러줘 Beautiful my life, beautiful your heart It's beautiful lifeはい、いかがでしたでしょうか。トッケビはね、自分たちの意志ではどうにもならない運命の中でお互いを思い合うゆえにすれ違ってしまうっていう場面も多いドラマなんですが、ここは文句なしの幸せなシーンということで印象に残っております。さて続きまして紹介したいシーンは13話なんですよ。トッケビの13話は物語のキーワードが回収されていく感じがあって、かなり盛りだくさんな内容になっています。まず前半はワンヨの物語、後半はパクチュンホンとの決闘からのトッケビ消滅っていうことで、ある意味ドラマの第1部の最終回というような内容になっています。特にトッケビの消滅直後にウンタクが泣き叫ぶシーンでエイリーさんの初雪のように君へ行くという曲が流れるのも、これもねかなり神タイミングな感じなんですが、この曲は次回の歌会でフルカバーしますので、ちょっとその時に場面のお話はするとして、今回はその直前のシーンを紹介したいんですね。これはかなりドラマの内容の革新的な部分なんですが、13話の前半でトッケビは自分に課された運命の内容を理解するんですね。それは自分の胸に刺さっている剣を抜いて、その剣で宿敵のパクチュンホンを切ることなんですが、胸に刺さっている剣はウンタクにしか抜くことができず、さらにその剣を抜いたら自分が消滅してしまうということもすでに知っているんですよね。だけどウンタクを守るためにはそれをやるしかないっていうことも理解していると。そして最後にウンタクと楽しい旅行に行った後、自分の運命を受け入れてパクチュンホンを切る決意をするんですね。一旦この世からお別れするということになるので、遠くからドクファとかサニーさんといったね、自分の大切な人たちの様子を見守りに行った後、ウンタクを大学に迎えに行くんですけれども、このシーンでかかるのがチョン・ジュンニルさんという方のチョンヌン初雪という曲です。このシーンはね、まず天気がいいんですよ。雲一つない快晴の冬空の下、大学の授業を終えたウンタクが長い階段を駆け下りてくるんですね。トッケビはもう決闘を決意しているので静かに決意を秘めた目をしているんですが、ウンタクはまだ2人の幸せな時間が続くと思っているわけです。その2人が最初は交互に映るんですが、この OST の初雪という曲のサビに入るところで同じフレームに2人が入るんですよ。で、ここも本当に OST の使い方が神がかっていると思うシーンでございます。
でまたこの初雪という曲の歌詞もこのシーンのトッケビの心情にぴったりなので、ちょっと今回サビの部分の歌詞を紹介してみますね。내겐 그림 같았던 그대와 기억、 僕には絵のようだった君との記憶、아주 오래 기다렸던 선물 같은 하루、 とても長く待っていた贈り物のような一日、긴 시간을 건너서 내게 닿을게、 長い時間を超えて君に触れるよ、내 마음에 첫눈이던 그대、 僕の心に初雪だった君、넌 언제나 내겐 아득하다、 君はいつでも僕には遥か遠いんだという歌詞でございます。長い孤独な時間を超えてやっと巡り会えた愛する人を思う気持ちが歌われています。ではこの部分を歌ってみますね。내겐 그림 같았던 그대와 기억, 아주 오래 기다렸던 선물 같은 하루, 긴 시간을 건너서 내게 닿을게, 내 마음에 첫눈이던 그대, 넌 언제나 내게 아득하다。 はい、いかがでしたでしょうか。歌詞の意味がわかるとここも号泣シーンになってしまうので、もう13話だけでもティッシュ1箱なくなりそうですよね。これぜひね、皆さん花セレブって高級ティッシュありますから、あれを買ってから見返すことをおすすめいたします。この曲を歌っているチョン・ジュニルさんは月刊ユン・ジョンシン先生にも何曲か参加されていて、豊かで優しい歌声が特徴的な歌手です。この方もバラードをいろいろ歌っていらっしゃるので、ぜひ機会があったら皆さんも聴いてみてください。そんなわけで今回はトッケビの OST と神シーンをお届けいたしました。次回歌会もトッケビ OST でお届けいたします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひまた気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。